どうも、ベトナム在住の浮津です。今回もね、この電気配線やっていきたいと思います。さあ、この中なんですけどね、これがね、なんせもともとがね、6V の車体に 12V の部品をね、つけてたんで、いろいろと大変なはずなんだな。確か元はね、このイグニッションコイル、こいつは中に固定されてなかった気がするんだけど、多分ここの穴で止めれる気がするんだな。ここでね、こういけば、これじゃガソリンホース干渉すんのか。うわー、これね、もともとはこの裏に固定部分があるはずなんですよね。どこだっけな、手で探ってるけど。ここら辺でしょ。これになるとこのホースが足りないんだ。どうしようかな。うわー、しょっぱなからこけてしまった。いや、これとこれをね、こうやって友締めしていこうと思ったんですが、ってなるとここに行くしかないのか、こいつは。しょっぱなからつまずいてるけど、ちょっとそうなるとね、イグニッションコイルは後回しで、こいつやね。これはここでいいはずなんだな。違うじゃん。ここも被覆を剥がなきゃいけないんだった。全塗装した時ってね、このアースつける部分だけはね、ちゃんと剥いでおかないと、通電しなかったり、通電がね悪くなったりするんですよ。でこれがアース、もう一本あったよね。これだ。これでいけるはずなんだよな。ちょっとね、イグニッションコイル、これはね後で考えます。まずは他のやつをね収めていきます。これね、12V のボックスを入れてもいいんだけど、今回はねベトナムで売られてるこの箱を入れていきます。まずはバッテリーなしでね。で、こいつはいいわけだ。こいつらは中じゃん。とりあえずここに行っとくか。ちょっと位置確認だけなんでね。で、これはバッテリーの線でしょ。それでリレー、これどっちがどっちだ。とりあえず仮に刺そう。リレーがここら辺に来て、イグニッションコイルじゃないや、これはなんだ、CDI か。CDI が
案外線が厳しいかな。こんな感じでね、何かステーを作んなきゃいけないんだな。とりあえず今日収まるか確認だけ。こういってでしたこいつ無理なのか。これがはまりません。これはなしか。いや、せっかく下に金具残ってるんでね、これ前に買って持ってたんで捨てたかったんですけど、ちょっと無理でした。ってわけでこいつはどうにかここら辺に押し込むんだな。ステー作ってね。でちょっといらんことやると金具が、こっから通しゃいいのか。とりあえずこれでいけるんだな。こっち側今回はこれだけでいいのかな。メインスイッチいきますかね。1,2,3,4本。これをね向こう側に持っていきます。反対側です。これね、前苦しんでたやつはここの穴をね削りました。こんな感じでね穴を、位置を変えたんでね、一応取り付くはずです。それでこのゴムでっかいのは無理か。ちっちゃいやつなら通せるかな。穴小さいんだよな。シリコンゴムでいってみよう。シリコンゴムじゃないや、シリコングリース。ちょっと加工するか。切っちゃおう。ここね、裏側ちょっとニッパーで切りました。強引に。何かしないとね、やっぱりメインハーネスじゃないや、メインキーなんでね、これならはまんじゃない？はまった。配線通らんかな。どうにかなるでしょう。1個だけ外さなきゃいけないのか。これのつなぎ方をね元通りにしたいんで、黒で黒白、下が緑に赤だったんだな。だからこの穴のあるすぐ下が黒ね。これでいけるんじゃない？黒じゃない、黒白。これでね、鍵の方は元に戻せるんですけども、カプラーがちょっと違うんでね、やり替えておきます。こいつは外しとくかな。こっち側、ボディアースの方ね、被覆剥いでおきます。結局これ、中にも線がいってるんでね、ボディアース通らなくっても大丈夫みたいですけどね、やっぱりきちんとアースは取れた方がいいんで。これね、
動画にはしませんでしたが、メインキーのねカプラーの方はもう加工しました。で元のやつがね、これウインカーとかじゃないのかな、なんかいろいろ線が残ってるんですけども、まあ使うことはないんでね切っちゃっていいかなと思ったんですが、とりあえず防水してこうやって残してあります。これでこいつはつけてしまうと。でここの線ですよね、ちょっと長めにしちゃってもいいのかな、カバーの中だしね。こんな感じかな。一応これも折り曲げでいきましょうかね。これで元通りのはずやんね。色合ってるよね。 OK。 ちょっと長くしすぎたかな。ごちゃごちゃあるけど、これでさあ、それじゃあねカバーをはめていきます。OK ですね。今日の最後はねこいつの取り付けやっていきたいと思います。このまま穴開けるとねタイヤに穴が開きそうなんで、センタースタンド上げるか、もうちょい上に。これで穴開ければね貫通しても大丈夫だと思います。下が開いてますからね。じゃあねドリルで穴開けしていきます。まずは下穴かな。さあこれでいけるんじゃない？で湾曲にはめたから反っちゃった。締め込んでいけるかな。ちょっと開きすぎたかな。下ワッシャー入れよう。ここ湾曲面でね反っちゃったんで、結局長いボルトでね、スプリングワッシャーとワッシャー入れて、反らないようにしていきたいと思います。まだ反るけどね、少しはマシかな。まだ無理かいやいやいや、なかなかうまくいかんね。いや、改造するっていうのはね大変だね。いろんな調整が出てきます。これでいけんじゃない？いや、これいろいろとダメやなどうしようかな。
もうちょいなんだけどな。長いの使うか。ここね、なんせ湾曲のとこに止めてるんで、閉めると開いちゃって届かないんですよ。まあ無理やりやればいけるんでね、閉めようと思って、あと5ミリぐらい長いのをね、ないかなと思ったけどないんですよ。とりあえずね、いつも中途半端な終わり方するんですけど、今日もね、一旦ここで中止してね、ちょっとここをどうやるかね、ゆっくり考えて次回ね、解決させたいと思います。なんでね、今日はここまでです。それではまた。